はいこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ-ZS12 Pro X 1DT プラス 5BA ハイブリッドモデルです。モデル名、長いねー。プロ X がつくと長く感じるねー。EG イヤホンスさんから送ってもらいました。ありがとうございます。ZS12 Pro X の総代理点検を取得いたしました。って DM に書いてあったよ。KZ の販路はいろいろあるみたいだね。変化してきてると言った方がいいのかな。最近の KZ のモデルは低域をあんまり強調しない感じだから ZS12 Pro X はどうなのかな。第一印象はすごく良かったよ。ZS12 Pro X にはスタンダードバージョンとチューニングバージョンがあるんだね。チューニングスイッチのありなしね。Amazon の比較だとバージョンの違いで価格が1000円ぐらい違うよ。ジャックさん、この価格どうなの？まあ安くはないと感じるね。以前だったら6000円台とかで買えたんじゃない？とはいえこのご時世では仕方ないんじゃないの？そっかー。パッケージ内容は KZ のお隣な感じ。本体に装着された状態でここに収まってたメモリーフォームが押しつぶされて元に戻んなくなっちゃってた。別のメモリーフォーム使うからいいけど初めて買う人だったらがっかりするよねー。こういうのは改善してほしいな。外観はどんな感じ？オール金属ボディなのよね。ZS シリーズでは ZS6 以来なのだとか。マットでサラサラした仕上げ、武骨なパンチでいいんじゃん。亜鉛合金だからさすがに重いわね。片皮 12.2g。サイズで特に気になる点はなし。はい、今回のサウンドチェックと視聴に使うイヤーチップはダンジジム TAP ビートレベルにしました。広域を少し抑え気味にしたかったので特性見ながら決めたよ。メモリーフォームも悪くないね。これ、潰されちゃったやつ。違う、別モデルにバンドルされてたやつ。潰されちゃったやつはちょっと使う気になれないからね。だよね。マイイヤーチップをいろいろ重ねたのはこんな感じ。まあ、大体いつもと同じ傾向かな。チューニングスイッチはデフォルトを含め4パターンが有効。低域結構出るようなセッティングがあるよ。これは期待できそうですね。あと2パターンはどうしたの？オールオンの場合は1110と違いが分からず、4だけオンの場合、広域に変化があるみたいに書いてあったけど、特に変化が見られなかった。ZS10 Pro 2と比較すると、こんな感じで全体的に低域の設定がマシマシになってる。これはオールオフとオールオンの比較。オールオフでの違いは少なめだけど、オールオンでは結構違うでしょ？広い帯域で違いがあるので、聞いた印象も結構違って、ZS12 Pro X には重みがありそうですね。じゃあ、この2モデルで比較するの？いいや、今回は ZS12 Pro X のチューニングスイッチ比較にした。スイッチオールオフを音調整の基準にして、この2つと比較して低域の出方の差を聞いてみようと思う。ケーブルは最初からトリポウィンセラフを使用。バランス接続で収録。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
ましたね。よかったよかった。このぐらい幅を持たせたセッティングにしてほしかったんで満足だよ。個人的にはこの2つのセッティングを多用しそう。 ZS10 Pro 2とは BA 搭載数が1個違うけど、聞いた感じも結構違うよね。そうだな。 ZS10 Pro 2は重心がやや高めなんで広域好きな人に合うと思う。スイッチオフの状態では違いは小さいけど、右のグラフ1110セッティングの時の低域から5キロぐらいまでの出方の違いと12キロ以上での落ち方の違いが重心の違いを視覚的に表しているんだろうね。広域に限って言えば ZS10 Pro 2の方が綺麗に伸びる感じする。ただ全体のバランスは ZS12 Pro X の方が好きなんだよな。2モデルの性能差ってほとんどないと思うけどね。デュアル構成の31736を2個搭載しているのは同じですが、ノズル部に30019を追加で搭載しているのが ZS12 Pro X ですね。ダイナミックドライバーは ZSN Pro 2とかにも搭載されてるスーパーリニアダイナミックドライバーで低域が強化されてるみたいだわ。 ZS10 Pro 2は 10mm インターナルマグネティックダイナミックドライバー適載があるんで別物のようだね。さて ZS12 Pro X を聞いた印象は？まず低域のスイッチにより4パターンはスイッチオールオフだと少し量感に物足りなさを感じるかな。個人的には1100がそつのないバランス。1110は他の帯域をややマスクする聞こえ方になるけど割と頻繁に使ってる。さっきも触れたけど調整幅が大きいのは助かるね。ジャンルもミックスもいろんなタイプがあるからね。ジャックさんの好きなフロアタムの鳴り方はどうだった？別に好きなわけじゃないけどこの2つのパターンならかなり満足できる出方だったよ。このセッティングの場合は中域まで影響しますよね。そうだね。中域だけ考えると1110のカーブがいいわ。好みの問題だけど1000の代わりにこんな感じのセッティングがあったらもっと良かったかな。ボーカルメロディー系はどんな感じ？この辺いい感じのカーブになっているんで出しゃばりすぎず浮き上がってくる感じがいいよ。程よい分離感はマルチ BA ならではって気がする。5キロ手前がちょっと谷になってますね。そう。でもこのラインを下回っていないんで谷というほどレベルが落ちてるわけじゃない。ここの山が丘程度なのでちょうどいいんじゃないか。なるほど。それより上の帯域は普通っぽいですかね。まあスイッチが1110の時にはちょっと物足りない感あるけどね。 ZS10 Pro 2と比べると自分の耳には鋭さが少し抑えられて安心して聞いていられる。逆に感触系が好きな人には ZS10 Pro 2がいいんじゃないかな。全体的には気に入った？かなりいいと思ったよ。音近めでちょっとモニターライクなところもいいね。余談だけど1110のセッティングの時 ZVX に似ているところが多いんだよ。へえ、5キロあたりまでそっくりだね。でしょ。もともと ZVX の鳴り方が好きだったから ZS12 Pro X をすんなり受け入れられたってこともあるね。そうなんですね。これは買っておこうかな。個人的には結構買えないモデルだと思うよ。ということで 1DD プラス 5BA ハイブリッドモデル KZ-ZS12 Pro X のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。